こんにちは。今回は上海タワーの展望台への行き方を解説します。皆さんは上海タワーをご存知でしょうか？上海タワーの高さは632メートル。東京スカイツリーの634メートルに次ぐ今の時点では世界で2番目に高いタワーです。スカイツリーより2メートル低いですが、上海タワーの118階の展望室の高さは地上546メートルと世界トップクラスの高さです。上海といったらこの位置からの写真が有名です。この写真では東方民主党の方が高く見えますが、東方民主党の高さは468メートル。角度を変えて見てみると、上海タワーの存在感が際立ちます。バイドゥ地図で見てみると、ここが上海タワー。地下鉄14号線のルージャーズイ駅8番口や 9A 番口が最寄りですが、実は観光客にとって14号線はあまり身近ではありません。実はルージャーズイ駅は地下鉄2号線にもあり、このような位置関係になっています。2号線は南京東路や人民広場などを通るので、観光客の利用も多いです。もちろん、2号線と14号線は地下通路でつながっていますが、200メートルほど離れています。上海タワーだけを目的地とする場合は14号線の方がいいですが、今回は2号線から別の観光地と合わせて楽しむ方法をご紹介したいと思います。2号線ルージャーズ駅の近くにはこのような円形のものが見えます。これは空中歩道橋。かなり大きな歩道橋で、覚えなくてもいいですが、中心に見えるのはルージャーズイ100年気候用東方立体花壇というそうです。奥に見えるのがルージャーズ駅とつながっている建物です。この歩道橋の近くにはディズニーストアや東方民主党、水族館など観光地がたくさんあります。花壇の写真はディズニーストア側からこのように見た様子です。ディズニーストア前は歩道橋とつながっており、上がってすぐ正面はさっきの景色。ルージャーズ駅や花壇が見えます。左側を見ると民主党が、そして正面よりやや右に上海タワーなど巨大ビル群が見えます。この時点ではまだ高さを感じませんね。それではディズニーストア前から出発していきましょう。まずは歩道橋を右回りに進みます。ここからこのように進んでいきます。ここに降り口が見えますが、ここでは降りません。もう少し進んでここから降ります。何番目の階段を夫が考えるのは大変なので、目印はというと、この大通り、世紀大道が見えるように進みます。中国ではほとんどすべての通りに名前がついているので、道の名前がわかればなんとかなります。というわけで、世紀大道が見えるように降りていきます。ちなみに、この辺りが2号線のルージャーズ駅です。地上に降りたら、この歩道を進みます。しばらく進むと案内の表示が見えてきます。拡大しても見えづらいですが、銀城中路と書いてあります。これが次に目指す通りの名前です。そのまま世紀大道沿いを歩いていくと、またもや表示が2つ見えます。下の方はこの先銀城中路が左右に通っているということ。そして上には上海の峰、トップオブ上海と書いてあります。これは上海タワーの別名です。銀城中路に出たら右に進むと上海タワーがあるという表示なので安心して進みましょう。しばらく進むと歩道橋下を通って右にカーブしている道があります。ここを抜けるとこのような場所に出ます。左に見えるのが銀城中路です。そして14号線側の8番口もあります。ここまでのルートを確認します。ディズニーストア前からこのような道を通って進んできました。実は空中歩道橋を通っていくこともできます。ディズニーストア前から左回りに進み、このように行くと、ルージャーズ駅につながる建物前を通ることができます。この辺りから振り返ると、東方民主党が、正面には上海タワーをはじめとした巨大ビル群が見えます。そして、ここの下を先ほど通ったわけですが、この先にはショッピングモールがあります。実は歩道橋を進んでいくと、途中でこの建物を抜けないといけません。中を通ると歩道橋に戻って進むことができます。そのため今回は最初に歩道橋を降りて進むルートを紹介しました。銀城中路に戻りましょう。火炎石橋路との交差点が見えてきます。見えにくいですが、ここが上海タワーです。交差点の信号を待ちます。待っている間に見上げると圧巻の景色。右が上海タワー、真ん中は上海ワールドフィナンシャルセンター、左は金茂大火です。銀城中路を渡り、火炎石橋路を渡ったら、観光庁と書かれた場所に着きます。
この辺りで写真を撮るのがおすすめです。見上げるとさっきの3つのビルがさらに存在感を増しています。夜になるとまた違った美しさが行きと帰りで撮れるといいですね。ここから左に入っていくとチケット売り場があります。ディズニーストア前から出発してここまで15分ほどで着きました。こちらがチケット売り場の説明。観光客に関係がありそうな部分だけ説明すると、営業時間が8時半から22時、入場は21時半まで。チケット料金は大人が180元、60歳以上は120元、1.4 メートル未満の子供は90元、1メートル以下もしくは3歳以下の子供は無料のようです。これがチケット。別の動画で紹介していますが、ワイタン観光トンネルを利用する場合には割引料金で購入できます。詳しくは観光トンネルの動画をご覧ください。チケットが手に入ったらいよいよ入場です。チケット売り場の向かいが入り口なので、まずはエスカレーターで降ります。こちらが入り口。入場の際にはセキュリティチェックが必要です。それが終わると最初に写真撮影ブースを通らされます。一人旅の場合も例外ではありません。でもご安心を。撮影は無料です。注釈部分は後で説明します。撮影が終わったらこのようなカードを受け取ります。118階の展望室でこれを見せると撮った写真を受け取ることができます。背景がそのままの写真は無料ですが、上海タワーからの景色と合成したような写真には追加料金がかかるようです。と、ようやくチケットを見せて入場。世界のタワーの高さの比較や上海タワーについての展示資料を見ながら進んでいきます。そしてさらに進み、エスカレーターでもう一度降りていくと、エレベーター前に到着です。休日など人が多い時はすぐに乗れないかもしれませんが、この日はエレベーター到着後すぐに乗ることができました。これが内部の様子。画面には高さや速度が表示されているので、みんな注目しています。このエレベーターは地下2階から高さ546メートルのところにある118階の展望室まで最高秒速18メートル、最速53秒で到達するそうです。ちなみに日本製。しばらく到着までの様子を見ていただきましょう。到着した118階展望室は上海で一番高い場所。私は11月初めに登りました。15時半頃に展望室に着くと、17時頃に日が沈み始める様子。18時頃にはワイタン周辺の建物の明かりが一斉につくところを見ることができます。時間に余裕のある方は昼夜どちらの景色も楽しむことをお勧めします。各方角で見えるものや昼と夜の景色を比較した動画も配信するのでそちらもご覧ください。それでは皆さんの旅のお供に D ラボチャンネルでした。